皆さんこんにちは、ゆりこです。今日はセントルイス2日目のブログをお届けします。この日はセントルイスのシンボルともいえるアーチにやってきました。このアーチは正式名称ゲートウェイアーチ、高さは192メートルで1965年に完成したと言われています。ゲートウェイアーチは西部開拓の玄関口を象徴するモニュメントとして建設されました。セントルイスは19世紀アメリカの東から西に向かう人々の出発点だったため、この町が西部の扉と呼ばれていたそうです。設計者はエーロー・サーリネンという北欧の建築家で、チューリップのような形のダイニングテーブルは私も前から知っているものでした。もちろんね、サーリネンのデザインは素晴らしいなと思うんですが、それ以上にこのね建設を行った人々は本当にすごいと思いました。アーチでは建設の過程を残したドキュメンタリーの映画を見ることができるんですが、この動画は本当に感動するので、アーチに訪れたすべての人に見ることをお勧めします。建設は1959年に始まり、なんと5年かけて完成。建設当時、今のような安全基準はなく、作業員の方は命綱なしで高さ100メートル以上の鉄骨の上を歩いていたようです。風が強い日にはアーチが揺れて工具が落ちる危険もあったそうですが、それでも彼らは笑いながら作業をしたり、中にはタバコを吸いながら作業をしていました。一番驚いたことは死亡事件が一件も発生しなかったことです。これはアーチから見るセントルイスの景色。実はね、デロイトというね、私の前職のオフィスが画面左端に見えるのを皆さんお気づきでしょうか。こんなところにまでね、デロイトがあるんだって密かにびっくりしました。セントルイスでね、就職できるかなって思ったりもしました。冗談ですけど。はい。さあ、アーチの後はセントルイスカルーセルにやってきました。中にはね、ヴィンテージのおもちゃがたくさん売っていました。そしてここではね、100年以上前もの、木でできたね、馬に乗ることができます。私がね驚いたことは、普通の遊園地ではメリーゴーランドはたった1分くらいで終わってしまいますが、この遊園地ではね、いつ終わるんだろうかとね心配になるぐらい長い時間に乗ることができます。何分ぐらいかな、多分5分ぐらい乗ってたんじゃないかなって思います。これはね本当に楽しかったです。しかも値段もそんなにね高くないんじゃないかなと思うので、ぜひ乗ってみてください。そしてね、こんな感じで入り口にはたくさんの、お花がね咲いていて、すごく綺麗でした。セントルイスはね、日本と同じぐらいの気温なのかなって思うんですけど、9月下旬でもまだまだ暑くてびっくりしました。でもね、咲いてるお花とかは、日本にもあるけど、あんまり日本のね自然の景色では見ることがないようなお花もあったりして、すごくね素敵だなって思いました。さて、バタフライガーデンにやってきました。ここにはねたくさんの、蝶をはじめとする虫がいます。本当にね見たことがないくらいたくさんの蝶がいて、
私は、人生の中でねバタフライガーデンっていうところに行ったことがなかったのですごく、新鮮でした。何より驚いたのは、蝶の生態系のためだと思うんですけど、基本的にはすごく暑い、ジメジメした温室の中に蝶がねたくさんいるんですね。こんな感じでもう本当に、目の前にねたくさんの蝶がいて、しかもね種類もたくさんの種類があって、すごくね楽しかったです。ただねフォトグラファーとして、この青色の蝶々の写真を撮りたかったんですけど、彼らはね本当に早いんですね。で他の蝶々が結構ご飯を食べてたりとか木に止まってゆっくりしてたりするのに対して、この青い蝶々はねかなり、元気に早く飛ぶので、なかなかね写真が撮れなくてちょっと悲しかったです。これは日本と欧米の国の文化の違いかもしれませんが、欧米の方は日本人と違って美術館や博物館、植物園、動物園に行く人が多い気がします。日本人にもこういった施設が好きな人もいるかもしれませんが、欧米の人は、日本人より、こういったね知的なアクティビティが好きなのかなって思います。日本人の私にとってこういった施設に訪れることは本当に刺激的です。それに、他の人の視点を学ぶっていうことは、自分自身が今まで見えていなかった世界が見えて、自分の人生をより楽しくさせることができるんじゃないかなって思います。そういう意味ではね、実は日本にいながらも私はフォロワーさんとの、ツアーだったりとか、会話を通して日本のこういうところって素晴らしいんだなとか、そういった、海外の方からの視点っていうのを、皆さんのおかげで常に学ぶことができて、普通は自分のね住んでる国とか地域って本当につまらなく感じると思うんだけど、私は皆さんのおかげで日本だったり、鎌倉っていう自分のね地元をねこうやって愛することができるのかなって思います。ニューヨークとかねロサンゼルスとか本当に多くのね観光客が訪れるような場所って、インスタ映えもするし、キラキラしていて一度はね訪れて見るべき場所だと思いますが、それって本当にねその地元の人が知ってる生活なのかなっていうと、そうとは限らないのかなと思います。今回ねセントルイスにずっと住んでいる、彼の両親のおかげで本物の、地元の経験をさせてもらえて本当にありがたいなと思いました。さて夜ご飯はセントルイスにあるリトルイタリーザ・ヒルにやってきました。ザ・ヒルには1880年代以降イタリア北部の出身者が大量に流入したそうです。現在は30を超えるレストランやイタリア食料品店、ベーカリー、ジェラート店、ユニークな商品がひしめいており、観光地域文化の魅力となっています。たくさんのねレンガの家があり、雰囲気は他のエリアとは全く違いました。イタリアの国旗を飾る人々もいて、なんだかアメリカじゃないみたいだった。注文したのはペローニというビール、そしてセントルイスのラビオリ。ラビオリってもっとパスタみたいなイメージだったけど、セントルイスのラビオリは想像と全然違いました。どうやら最大の特徴は名物のプロベルチーズを使うことらしく、ねっとりクリーミーな口当たりが特徴のよう。ラビオリはね外がカリッとしていてね、パスタというよりファストフード感が強かったけど、かなりお気に入りの一品でした。
夜ご飯をね食べた後は正直これ以上お腹に何も入らないっていう感じだったんだけど、デザートは別腹ということで、セントルイスの南のエリアで人気なテッド・ドリューズにやってきました。このアイスクリーム屋さんではコンクリートと呼ばれる種類のアイスが選べるそうなので頼んでみることに。サイズはミニ、スモール、レギュラー、ラージがあったんだけど、レギュラーサイズが衝撃的な量で驚いた。アメリカ人ってこんなにたくさんのアイスを食べるのって感じ。あまりの衝撃にアイスをね食べるシーンを撮り忘れちゃったんだけど、この日も本当に楽しかったです。次回は鉄道博物館に行く動画をアップします。今日もね最後まで動画を見てくれてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。